はい、ごめんなさいよ。仲がいいもん、みんな家族とも火事になってね、全焼したんです、ここ。いらっしゃいませ。どうも、知らずに挨拶しました。すいません。おかみでございます。おはようがっちゃん。クロちゃん28年前から娘と同じと同級生なんよね。それがね、みんなそうな、クロちゃん、ガッちゃん。ガッちゃん石松さんなんで、ガッツ石松でもみんなガッちゃん愛称。みんな愛称です。クロちゃん、ガッちゃん、ちーちゃん、はるちゃんみたいな、全部愛称で、おっさんたちも。クロちゃん長いっちゅって話したけど、ありがとう。洗ってくれよ。一番短い人が9年。母が46年前に始めて、33年前から 56？ これが、うどんそばの地鶏です。3時間ぐらい炊きます。地鶏硬いんで。こだわりはね、手作り。小鉢に本当に1人にね2つか3つつく豆、甘い豆、既製品使うの嫌なんで炊くんですよね。とかこのあとゼンマイ炊きます。ゼンマイ2日かかる。山菜ってかかるんですよね。このせいちゃんちおいちゃんね、せいちゃん、こんなん全部作ってもらうんやけど既製品じゃ混ざらんけん、これも手作りです。お米はこれは4升。忙しい時はね1頭ぐらいかな。2頭使うかね。1日2頭。平成25年にね火事になってね全焼したんです、ここ。表の休憩所とか火事になったって言ったでしょ。これ土間も全部してもらった。自分たちで。まあ予算もなかったし、火事の後結構手作りした。だから火事の前のスタッフばっかり。仲がいいもん、みんな家族と思う。よいしょ。実際は苦しいことの方が多いからね。私も一人なら火事を乗り越えられてない、コロナも乗り越えられてないかも。火事の時も一回みんな辞めてもらって、皆さん失業保険取ったりとか、いろいろねアルバイト探したりとかいろんなことしてたみたい。再建できるかどうかが見えてなかったから。だけどみんな片付けとかにも来てくれたし、みんなで土方してくれたコロナの時はね、皆さん待機でね、国が支援してくれたおかげもあって一人も解雇せずに頑張った家族捨てられんから。地鶏、ごぼう、干し椎茸、人参をどっさりお願いします。
あ、ちょうどいい。お茶おろしてゼンマイする。大丈夫大丈夫、私が作ったんやけ。ありがとう。うち実は長女がねプロゴルファーなんですよ。で妹の次男もプロゴルファーなんですよ。で息子も絶対にプロテストは通るからって言われてたのに3回落ちた4回落ちたで諦めて 3年はさせてあげるって言ったのにならなかったんですよ。もう息子にはもうかわいそうにって言いながら嬉しいって大学もゴルフで行ってくれたし中学と高校もゴルフで行ってくれてたんで高校もんですよ。生活費しかかかってないもん。授業料とかない。ああ見えて大学のゴルフ選手権のメダリストっていうのがあるんだけどメダリストだもん。だけどプロになれなかった。神様が私と縁を結んでくれてるんだと思う。今から団子用の炭を起こして、で火が起きるのを待ってから団子を焼きます。これヤマメが入ってます。今日は多分今400ぐらいなんですけど、秋の一番忙しい時とかは1回に1200とか入ってます。大分県産のヤマメでやってます。秋が一番忙しいんですけど、秋は300から多い時は700本とか出ますね。昔はもう1日2000本とか売ってたらしいんですけど。が去年からまだ1年目で不慣れですけど担当してて、ヤマメの串打つのにちょっとコツがあって、ヤマメにこう背骨が入ってるんですけど、背骨にこう串を巻きつけるような感じで刺すんで、慣れてない方がやると焼いた時にヤマメが串からこう外れて剥がれちゃったりとかをするんですけど、残った油廃油を捨てるのがもったいないんで、これに使ってリサイクルしてます。この団子もヤマメと同じぐらい売れるんで、秋は1日5、600本出ます。で、紅葉のシーズンはもう毎日、ね、何百人とか1000人とか2000人とかで来られるんで、かなりの大忙しです。これ柚子醤油っていうのをつけるんですけど、柚子の皮をお醤油に混ぜてる、うちのもう特製のお醤油なんですけど、で一番上とかこうちょっと焼き目がついてはいないんですけど、でもしっかり中まで焼けててふわふわで美味しいです。今日はクロちゃん、鶏天の粉は大きい方のボウルにしましょう。ふき納豆ですよ。ちなみにどこで取れたんですか？この辺もうこの辺で山菜いくらでもあるよ。誰でも私とかも取るし。一昨日は菜の花を取りに行ってきて、今日それ茹でますけどね。これ本当は料理に関係ないけど、毎朝するとちょっと添えるお心なんか出てきた時に鶏天頼んで、あ、ふきのとうのっちょうとか、あ、芋のっちょうラッキーみたいな。結構観光地だけど常連さんいるんですよ。さっき切る時に裏にバッテン入れよったやろ。尻にバッテン入れたらね、こうやって開くとふきのとう見栄え
で苦いからね、フキノトウは。苦いからやっぱ油が回った方が苦みが薄れる。妹。あ、おじゃ今日。ポン姫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 。外の看板のやつですね。看板のタヌキ。素顔ですけど。はい。行きます。すいません、お待たせ。おはようございます。おはようございます。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。ありがとうございました。ありがとうございました。働くということは旗を楽にするということ。頑張って働くっていうのは旗を楽にすることと、接客業やきお客様に楽しんでもらうっていうのも働くよね。一生懸命動くのは労働と思います。働くっていうことは旗を楽にすることだと思って、またいつも通り思いやりを持って今日も一日頑張りましょう。はい、よろしくお願いします。お願いします。ポンポコ。以前までタヌキのメイクしてやってたんですけど、今お山の方に帰られております。11時から2時半まで、14時半までランチタイムをやってます。チケットは最後にまとめてお渡しで大丈夫ですか？はい、畳はい、ごめんなさいよ。はい、すいません。すいません、オーダーお願いします。はいよ。鶏天の単品が1です。はいよ。何個だ全部で。定食が1個に単品が3。お心お願いします。でも、ここで。ごご一丁。あ、2個出したよ。あと2個か。ごぼ天そばの鶏の好き。緑そばの温度の付きが1。はい。鶏天の単品が1。なんて。わらび餅の取り置き。在庫があれば。何の取り置きですか？大丈夫？いやいや、物が何わらび餅。いやいいといいと。明日発よ。があと2杯です。いけます？今上がるやつ？はい了解です。よー。
お湯が汚れるけん、新しいお湯を入れんとそばが茹で上がりが重くなるんよ。はい。焼き団子。はい、ありがとうございます。400円。少々お待ちくださいね。はい、5000円。タレに気をつけてください。どうもありがとうございます。ヤマメに焼き団子はね、こちらの露店で販売してます。お食事と一緒に指がつるよ。ヤマメはお好みでレモン絞ってください。はい、タレに気をつけてください。どうもありがとうございます。マジうめえ。美味しいって。じゃあいただきます。あ、めっちゃ美味しい。うん。ごめんなさい、すみません。すみません。タレが甘酢なのです。なんか非常に普通ポン酢とかで食べるんですけど、非常に珍しいです。とても美味しい。お肉がすごいふっくらして柔らかくて、でサクサク揚がっていてすごい食べやすいです。名物が食べれてよかったです。リカちゃん定食4個ちったよね。定食4個。あ、定食。もう上がる、もう上がると。途中。入ります。去年からかな、特に助け合ってガッチャンも丼の出汁のセットできるようになったりとか、はい、副店長もカレー作ったりとか、はい、部署をこう決めてしまうと 1.5 倍ぐらいスタッフがいるんで、今人手不足だし、田舎だからね、ちょっとバイトとかもいないしね、家族だからいらん、クロちゃんいらん
紅葉シーズンはすごいです。食券はずらっと。でメニューも絞るんですよ。もう定食できない。だいたい11時から2時半なんで、だいたい600人ぐらい。お兄さん、これ全部まとめて入れて大丈夫ですか？働いて13年になります。やっぱり楽しいのが一つなんですけど、ここは自然も豊かだし、毎日温泉も入れて、何よりやっぱお客さんがもうすごくあったかいんですよ、ここに来るお客さんも。で、また従業員の方のね、温かみとか、もう本当、おかみがまずね、もう本当にもう親身になっていろんなね、面倒見も良くて、怒られることもたくさんあるんですけどね。それはね、仕事上どこ行ってもそうじゃないですか。でもやっぱ楽しく仕事ができる職場っていうのが一番大きいかなって思います。過去にお店が全焼した時は、この話すると本当もうね、涙が出そうなぐらいね、もう本当にみんなで踏ん張って、もう何も残らなかったんですよ。看板が一つだけ残って、それもね、もうおかみが言うにも看板だけ残ったけど、やっぱもうこの看板をもう一回みんなで掲げようって言って、もう従業員みんなでね、もういろんな、やったことない仕事ですよね。それこそ大工さんだとか、本当もう一回こういう風にできるっては思わなかったけど、でもやっぱそういう風に思えたのも、やっぱおかみがいるからね。働いて20年目です。楽しいです。やっぱみんながおったけよ、やっぱ。何でも、自分たちで何でもせないかんや。周りの草刈りからお菓子作って茶碗洗って、こういうとこはやっぱみんなでさると楽しいな。自分が、できるものは何でもせんとね。言ってないなんかいろいろずっと死ぬまで勉強やけん。いや、ここで働き始めて17年目ですね。やっただけのその成果が上がった時、そのお客様を迎える準備であったりとか、やっぱりそのきれいに食べてもらえたりとか、達成感みたいなのが多少は。そういうのほんとちっちゃい塵も積もればな感じなところで続けてきた感じはありますかね。社長ですね。社長っていう言い方より、やっぱり僕らからしたらおかみっていう、その尊敬する部分は多々ありなんですけど、力になってやりたいなって思わせる上司。偉そうなって言うし、力になれん部分もあるかもしれんけど、困った時には、ちょっとでもフォローしてできたらなとか、その火事からのその復興の時も多分みんなそういう気持ちやったと思います。大変な目に自分らもあっちゃうけど、一番大変なのはやっぱり経営者である、社長であるおかみなんで。僕がおかみの息子になるんですけど、僕ずっとゴルフをやってたんで、プロを目指してたんですけど、プロの道はもうちょっと断念しようかっていうことで、去年実家に戻ってきて、本格的にここで働き始めたんですけど、いざ働いてみたらやりがいもあるし、親が目の前で社長としてやってる姿を見るのは、自分自身も頑張らなきゃいけないなっていうのが出てきますし、半年ぐらい前まではもうめちゃくちゃ大喧嘩するんですよ、おかみと。でも、あの人もやっぱり長年やってきた経験があるんで、逆に、でもおかみも聞く耳持たないとかじゃなくて、僕がいきなり帰ってきて、外から客観的に見たお店っていうのを言うと、それに合わせてじゃあ変えてみようとか言って、それこそ化粧をやめたのもそれが一個あって、もういきなり次の日にスパッてやめたんですよ。そうです、そうです。タヌキのメイクをやめたのも、もう30年近くやってたんですけど、月に1回でもいいんで、ちょっとあそこ時間できたから行ってみようかとか、おばあちゃんから始まって母が継いで、次僕の番が来ると思うんで、いい雰囲気を壊さずに、少しでも来てくれるお客さんが増えるようなお店にできたら、100点かなとは思いますけど、今んとこそんな余裕ないんで、毎日一生懸命目の前のこと頑張るだけです。私、社長の妹なんです。姉は女性なんですけど、仕事に関しては男性みたいですね。細やかな見たりすることは女性っぽいところもあるんですけど、普通気がつかないような、例えば、外回りの工事に関してとかっていうのはもう姉じゃないとわからない。男性陣もいっぱいいますけど、従業員。全部姉に聞いて作業するような状態ですかね。頭がいいので、私と違って。
はい。私は顔がいいですけどね。落ち込んでる時はあるんでしょうけど、あんまり人に見せないですね。家族にも多分あんまり見せないですね。だけど、パーッと車乗って、スーって上がったりする時は、多分どっかでぐるっとドライブしながら、自分の気持ちをちょっとこう、沈めたりとかしてるんだろうなっていうのは、多分そういうことがあるんじゃないのかなと思いますね。まあ、姉もずっと厨房っていうわけじゃないですけど、姉もいろんな仕事をして、私も、看板娘で表ばっかり立ってレジ打ちばっかりしてたので、それ以外で、手伝えることを、事務仕事もそうですし、まあ他の所用もいろいろ、やっと今になって始めましたかね。まあそれが今の状態、今の時点ではフォローしてる状態なのかな。火事があったりコロナがあったりってしてきて、あ、違う、私が支えてたんじゃなくて支えてもらってるってある時気がついた。それも最初の頃の方がよく泣いてました。で、一人で車乗って走って泣いて、で涙が出なくなったら帰ってきてまた仕事する。ほとんど見せないですね。火事の時も泣かなかったですね。ただ新しい店ができて看板を上げた時は涙が出た。あ、見られると思って渓谷の方行って渓谷の方向いてわーって言ってまた拭いてこうやって戻ってきた。できた店に看板上げた時、スタッフ大好きで可愛くてもアットホームでも最終的には全部自分が背負ってるから、スタッフの人は逃がしてやれるから。その時に考えてたのは、明日からこの人たちをどうするか。ほらさっき山菜見たでしょ。食べれるから私は山にいればだから自分は食べれる。今働いてもらった分のお給料を上げれたとしても、そして裏の寮に住んでる人たちもいる、焼けてるここに住んでる人たちもいる。明日からこの人たちをどこに住まわせようかとか、涙が出る暇なかった。半分以上かな、寮に住み込みで働いてるから。根性があるから、みんな本当の子供じゃないけど子供ですよね旅館のことなんですけど、手作りにこだわった料理を出す旅館をやってます。大分県産の和牛を使ったコースとか、ぜひ日本の方も海外の方も利用してくださると嬉しいな。お湯がいいですから入りに来ていただきたいと思います。で、部屋付きの露天風呂がある客室が多いので、宿泊中はずっと入れます。で、ずっとかけ流しで、かけ流しは入れたお湯全部捨ててるっていう。だからいつも新しいお湯が、ここの温泉弱酸性なのでとても肌にいいです。肌はこんなになります今肌にいいとか髪にいいとかいうことで弱酸性の商品が流行ってるから相性がいい。5部屋だけ長屋があります。でも全部玄関別。もう車で部屋まで行くんです。で、部屋の駐車場に止めて、だからもう別荘っていう感じで、長屋は5部屋の長屋に露天が2つあって、この5部屋の方がいつでも使っていいと、別に家族風呂と露天風呂。宿の名前は2匹の鬼で、和室と和洋室。いや、桂茶屋も2匹の鬼もよろしくお願いします